今日は無印良品の新生活におすすめなものをご紹介していきたいと思います。できる限り4月から新しく新生活が始まる方々にぴったりなものをご紹介していければなと思って集めてみました。どれも使ってみてとっても心地が良くなるものばかりなので、皆さんもぜひ21日から始まる無印良品週間に向けてちょっとでも参考にしてくださったら嬉しいです。まずはインテリアのグッズからご紹介していきたいと思います。こちらがインテリアフレグランスオイルです。右側がインテリアフレグランスオイルのハーバル 200ml で、左側が以前使っていた黒文字の 100ml になります。あとはラタンスティックを、こちらも無印のものを使っています。まずこの昔の薬瓶のような色味と質感のガラスでインテリアに馴染むのがすごく気に入っています。で 200ml と 100ml が選べて、自分の置きたい場所に合わせて大きさが選べるようになっていて、詰め替え用があるのも瓶が無駄にならず気持ちよく使えて嬉しいポイントだなと思っています。今までいろんな香りを試したのですが、今回は初めてのハーバルにしてみました。野原の草花のようなすがすがしい自然を感じる香りとあるように、爽やかな自然なお花と緑の香りがして春めいてきた今の気分にぴったりだなと思って今回選んでみました。ほとんどの無印の店舗で香りが確かめられるようにテスターが置いてあるので、一度香ってみて今の気分で選んでみるのも楽しいかなと思います。季節ごとに出る期間限定の香りで、以前黒文字があったのですが、これが本当にいい香りで気に入っていたので、いつか通年で選べるようになったら嬉しいなと思っています。次が消臭機能付き繰り返し使える除湿剤10個入りです。こちらの除湿剤、日陰干しをすることで繰り返し使えるようになっています。こんな感じで押し入れのクローゼットのハンガーに吊るしたり、私は撮影機材のボックスに忍ばせたりしています。冬のコートがかさばるこの時期にとっても重宝していました。繰り返し使えて消臭機能付きなのも嬉しいポイントです。靴箱や衣装ケースなどにも忍ばせておくのもいいかもしれません。次がトタンボックスです。私の使っているこちらは、トタンボックス大の高さ16センチタイプかなと思います。このトタンボックスは、私は薬箱と細々とした日用品の道具入れとして使っているのですが、何よりもまず見た目が可愛いです。いちいち蓋を開ける手間はあるのですが、その手間さえも楽しいくらいに可愛いです。以前は押し入れを開けるたびになんだか気に入らないなぁとモヤモヤしていた収納ボックス系ですが、無印で揃えてから見るたび心地よくストレスなく押し入れを開けられるようになりました。他にもポリプロピレン系のボックスだったり、絶妙に生活に馴染むような無印特有の白色だったり、マットな半透明の衣装ケースだったり、もしこれからの季節新生活で収納グッズを揃えるならば、ホームセンターやニトリなどよりはほんの少し高くつくかもしれませんが、長い目で見て無印で買うのがおすすめです。次がパイン材ローテーブル折りたたみ式です。今は実家に置いてあるのですが、こちらの足の長いタイプですね。パイン材のテーブル折りたたみ式、こちらも持っています。大学で一人暮らしを始めて買った机たちです。
シンプルでどんな部屋のテイストにも馴染んでくれるし、何より折りたためるのが嬉しいポイントです。使わなくなったら折りたたんでクローゼットの隙間に置いておけるし、引っ越しを繰り返す中でその時の部屋の状況に合わせて使う、しまうが選べるのもいいし、何より値段がお手頃なのが新生活にありがたいところ。今だとスチールパイプテーブルという、こちらも同じ価格で折りたたみできる、足の部分がスチールパイプになったシンプルかつ絶妙な武骨さのある可愛い机も出ているので、こちらもいいなと思いました。次がキッチングッズたちです。こちらがシリコンシリーズです。言わずもがなの名品かなと思いますが、やっぱりいいのでご紹介したいと思います。特にこちらの調理スプーンは、炒める、すくう、盛り付けるがこの1本で叶うありがたい商品です。最近までお玉も持っていなくて、これで全部賄っていました。耐熱温度の高いシリコン素材が使われているので、鍋やフライパンに沿ってしなってくれて、食材を無駄なくすくうことができるし、洗い物も楽になるという最高な調理スプーンです。菜箸も木製の菜箸のように先端が劣化することもなく、ジャムスプーンもペーストにしたアボカドをトーストに乗せるときなど余すことなくすくえるので重宝しています。お次がウレタンフォーム3層スポンジ3個入りです。汚れをしっかり捉える不織布と泡立ち、水切れの良い2種類のウレタンを貼り合わせましたとあるように、洗い物の汚れに応じて使い分けができるのがいいなと思っていて、あとはこちらの白色が消耗の進み具合が分かりやすいので、替え時のサインに気づくことができていいなと思っています。私はいつもこちらを半分に切って、一つはシンク掃除用、一つは食器洗い用として使っています。こちらは素材を生かした味噌汁、豚汁です。こちら4食入りと10食入りがあるんですけれども、今回は4食入りを買ってきました。無印良品週間になったら10食入りをたくさんストックしときたいなと思っています。フリーズドライの豚汁なのですが、これがとっても美味しいです。野菜もゴロッと入っているし、豚肉も臭みがなくてちゃんと豚汁の旨味が出ているなと思います。以前母が送ってくれた段ボールいっぱいに詰まった食べ物たちの中に入っていて、それから妹と私の中でお気に入りになっています。疲れて料理をする元気はないけど、温かくて心も体も満たされる汁物が飲みたいっていう時に、お湯を注ぐだけで簡単にできてしまうので、ストックしておくとかなり心強いと思います。次がこんにゃくドリンクです。これはライチ味と甘夏味とぶどう味があるんですけれども、今回は甘夏味にしてみました。もう毎回無印に行くたびに買って帰っています。爽やかなゼリーにナタデココの食感が楽しいジュースで、私のお気に入りはライチなのですが、今回なかったので甘夏にしてみました。甘夏も美味しかったです。中身は結構しっかりとしたゼリーなので、振る回数が少なすぎると窒息しそうになるくらい大きな塊のゼリーが口の中に入り込んでくるので、飲む際にはよーく振るのがおすすめです。お次がメイクケア用品たちです。こちらはポリプロピレン小物ケース SS です。これはいつも持ち運んでいるポーチに薬ケースとして入れています。サイズ感がちょうどよくて、出先でいざという時に使いたい薬を忍ばせています。
薬のフィルムというかアルミというか蓋にされているものってそのままポーチとかに入れてしまうと破れてしまったりすることがあったので、こういう小さなケースに入れておくとそういった心配もなく持ち運ぶことができるので、とっても重宝しています。このサイズ感とマットな半透明の質感もとても気に入っています。こちらがナイロン手付きポーチ薄型です。これは以前の動画でも何度かご紹介しましたが、私はメイクポーチとして使っています。薄くてコンパクトで、これに収まるようにメイク用品を1群だけに限定することで、すっきりと旅行などのお泊まりにもスッとこれだけ持っていけるようになりました。持ち手がついていて立って置いておけるので、キャンプの時のグッズ入れだったり、お泊まりセット入れだったり、裁縫道具入れだったり、他にもいろんな用具として使えそうだなと思います。次がポリエステル携帯用チークブラシです。コンパクトなこちらのポーチに収納したかったので、先端のブラシをくるりと収納できるこちらのチークブラシを使っています。毛が潰れることもなく、蓋もしっかりできるので衛生的で持ち運びにも重宝するなと思います。次が携帯用アイラッシュカーラーです。メイクつながりでこちらもこんなにコンパクトなのにしっかり上がってくれるこちらのビューラー、私は以前資生堂のビューラーを使っていましたが、今はこれでもう十分だなと感じています。普通のビューラーって形も形だから場所も取られるなと思っていて、でもこれだとポーチの隙間に滑り込ませられるくらいコンパクトでとっても気に入っています。パッキンのゴムの部分の替えも別売りであるので繰り返し長く使えて、あとは何より手を伸ばしやすいお手頃な価格も嬉しいポイントです。次がブナ材ヘアコーム。こちらもこんな感じでコンパクトでスリムなので持ち運びにもぴったりだなと思います。で、こちらの目がとっても粗いので洗いやすくてお手入れがしやすいっていうのも嬉しいポイントで、私は毎晩ドライヤーで髪を乾かすときに頭皮をマッサージするようにしながら髪を溶かして使っています。本当は熱に当てたりとかあんまり良くないのかなと思うんですけれども、今のところ私は数年使っていますが全然劣化することもなく問題なく使えています。で、木材なのでちょっとなんて言うんでしょう、カッサのようにマッサージできるのも嬉しいポイントだなと思っています。こちらがマイルドジェルクレンジング大容量です。これは合成香料無添加無着色無鉱物油弱酸性アルコールフリーのジェルクレンジングになっています。無印のクレンジングだったり洗顔フォームだったり、あとは化粧品とかシャンプーだったり、そういったものがほとんどトラベル用の小さなサイズからあるので、一度それで試してみてから自分の肌に合うなと思ったら大容量のものを選べるのがいいなと思っています。このジェルクレンジングは香りもいいし、しっかり油分も落としてくれるけれど洗い上がりは突っ張らないので私には合うなと感じて、こちらの大容量を何度もリピートしています。もうこちらもほとんどなくなってきてしまったので、次の良品週間でストックもゲットしたいなと思っています。最後が衣類のご紹介です。こちらがあったか麺シリーズです。まだ寒い日も続く最近、ヒートテックももちろん愛用していますが、化学繊維に肌が乾燥して荒れることもしばしばあります。そんな時に無印のあったか麺シリーズに出会って買い揃えました。特に厚手バージョンはかなり暖かくて、この冬も重宝しました。
襟ぐりの形や袖の長さが選べるので、チクチクしがちなセーターの下には襟ぐりの詰まったタイプで袖の長いものなど上に着る服に合わせて選べるのもとってもいいなと思っています。私はズボンの下に履くレギンスもあったか面でいくつか持っています。はい、以上が私が無印良品でおすすめする新生活におすすめなものたちでした。無印良品週間が今週の金曜日、多分この動画を出している今日から3月21日金曜日から3月31日月曜日まで始まるので、皆さんこれを機会に気になるものがあればぜひゲットしに行ってみてください。これを選ぶときに生活の身の回りの無印良品のグッズを見直してみたんですけれども、もう本当にたくさんの無印商品に囲まれてるんだなっていうことに気づいて、厳選するのもちょっと難しかったんですけれども、今回は新生活というくくりにちょっとしてみました。あとマライグサのスリッパとか、ベランダで使ってるサンダルだったりとか、もちろんお掃除グッズだったりとか、本当にたくさんの無印の商品に囲まれて暮らしているんだなっていうのに気づいて、今このちょうど着ている鍵編みニットの下にちょうどいいこのシルクの肌触りがとってもいいこのインナーもうすごく、昨日ちょうど無印に行って買ってきたんですけれども、これもめちゃくちゃいいです。この肌触りとちょっとツヤ感のあるじゃないですけれども、シアー感のある、これから春に向けて何か鍵編みとかのニットの下に着るのがぴったりだなと思います。首元のあたりもボートネックっていうんですかになっていて、とってもおすすめです。私が今回無印良品週間で狙っているものが、お休み前の薬用重炭酸タブレット。これが重炭酸が温浴効果を高めて血行を促進してくれるらしくて、湯上がりからお休みまですごい心地いい暖かさが続くらしいんですね。でこれを入れて入るともう本当にスッと眠りにつけるらしくて、ちょっとこれは気になっています。あとはもう有名な発酵導入美容液、こちらもちょっと狙っていこうかなと思っています。あとは日用品の買い足しだったりとか、気になるものがあれば追加して買っていきたいなと思っています。はい、という感じで私の無印良品の新生活のおすすめグッズでした。最後まで見てくださりありがとうございました。よかったらグッドボタンとチャンネル登録、あとコメントいただけるととっても励みになります。無印の商品たちで少しでも春の暮らしが明るく心地よくなりますように。